ほんまに私せめてもう少し自由に筆動きましたら、自分で何から何まで小説のように書き留めて先生に見てもらおうか思ったりしましたのですが、やっぱり先生にでも聞いてもらうよりしような思いましてお邪魔に出ましたのですけど、でも先生えらいご迷惑でございますやろね。ほんまによろしございますか？そうですね。主人が大学の研究室出まして大阪の今橋ビルに弁護士事務所開業しましたのが、あれが昨年の2月頃でしたかしら。いつまでも私の実家の方にばかり世話になってましては、私に対しても頭上がらんと思ったのですやろ。そうなりましたら私の方も一日うちにぼんやりしてましてもしょうのないもんですよって、桜橋の女子美術学院、私立のつまらん絵の学校ですねんけど、そこへ通うことにしたのです。の教室は洋画と日本画に分かれていまして、私たちの日本画は洋流観音を描いてましたんですが、ある日校長さんが入ってきまして。柿内さん、あんたの絵はちょっともモデルに似ておらんようですな。誰ぞ他にモデルがあるんやないですか。思わず顔が発光になりまして、そう言われるまでは自分では意識してしませなんだのに、なんや知らんはっと胸へ答えるもんがありまして、私が無意識のうちにモデルにしてたんいうのが徳光光子さんやのんです。これを見てくださいませ。織物会社社長のお嬢さんですね。柿内さん、一体あんたは誰をモデルにしておられるのですか？あら、そうですかしら。モデルにてしませんか？あんたはこのモデルに似せてるつもりなんですか？はい。私絵は下手ですから似てへんかも分かれしませんけど。いや、あんたは下手ではありませんよ。なかなか上手に描けています。しかしこの顔は誰ぞ他の人に似ているように思われますね。ああ、顔のことですか。顔は私自分の理想にかなうように描いてみたんです。おお。ではあんたの理想というのは誰ですか？これは理想なんですから、別に誰ちゅう実在の人間描いたわけではあれしません。観音さんの感じ出すのにふさわしいようになるだけ清らかな感じも足したんですけど、それではいけませんやろか。あんた大層難しい理屈を言いなさんね。仮にこの顔誰ぞに似てても、その人の顔観音さんの感じ出すのに適してましたら、それ写しても芸術的にやましいことない思います。全体似てる似てる言うて誰に似てるんですか？どうぞ言うてください。校長と議論したもんですよってえらい評判になってしもうって、魔物決体の噂広まるようになりまして、つまり光子さんと私と同性愛や怪しい言いますねん。なんせ身に覚えないことですよってあんまりバカバカしいって腹も立てしませなんだ。ただ光子さんの方はえらいかかり合いになってしもって、
さぞかし迷惑してはるに違いない思って光子さんの洋画の教室覗いたりしてたんですけども、ある日化粧室でばったり出会いまして。柿内さん、私たち陥れをしてる者がいてますさかいに気ぃつけなさいよ。いや、それは誰ですか？ここじゃ詳しい話ができませんよってに、どこぞ他行ってゆっくり聞いてもらわれしませんか？どこへでもご一緒しますわ。私たちの噂を言いふらしたのは実は校長さんやなんです。何のために校長さんがそんなことしはるんです？私に今結婚の話が持ち上がってまして、相手は有名なお金持ちのボンボンですね。私は気進んでへんのですけども、先方はえらい熱心やなんです。ところがある市会議員のお嬢さんで、やっぱりボンボンに縁談持ちかけてる人があって、私と競争みたいになってしもたんです。それでその市会議員さんの方では私に悪い噂を立ててケチつけようって言うんで、校長さん買収したのんですわ。まあ陰険やわ。教育家とあろうもんがなんちゅう卑劣な。あんたお嫁入り前の身でそんな悪辣な人たちの罠にかからんように気ぃつけなさいや。私でしたらどんなこと言われようとちょっとも勘弁しませんけども。私かって怖いことあらしませんわ。なあ柿内さん、いっそのこと私ら仲良うしてみんなが冷やかすの見てやりたいわ。どない思わはる？はあ、そらよろしいわ。校長さんどないな顔しはるか見てやりたいですわ。今度の日曜に2人で奈良行かしませんか？誰ぞに見つかったらえらい評判になります。行きましょう行きましょう。うちなあんたにお礼言わんならんことあるねんけど、なんやの？気に入らん人のところにお嫁入りせんかてええようになったん。あんたと同性愛の噂が向こうへ知れてしもって破談になったんよ。そうやったら市会議員のお嬢さん喜んではるやろね。あんたは両方から感謝せられるべきやわ。ここ寂しいとこやね。一人やったらこうていられへんわね。でも好きな人と2人だけやったらこんなとこのがええわ。うちいつまでもこないしてたいわ。うちも。あんたの旦那さん遅なっても何とも言いはらへん。うちの人そんなこと干渉しはれへん。それにあんたのことちゃんと話してあるわ。どない言うてはった？そないに綺麗な人やったらいっぺん顔見たい言うてはった。あんた出来上がったさかい見てください。お前にしたらこの絵ようできすぎてるな。一生懸命描きましたさかいな。光子はん言うたらこんな人か？ほんまにこの通りかいな。そらこの絵問題になったくらいやもんよう似てるわ。本当の光子さんはこの神々しさの上にちょっと日韓的なところあるねんけど。これは傑作やな。いっそこの絵表現してもらったらどうやねん。それが出来上がってから光子はんに見に来てもらったらええやないか。表具屋やるぐらいやったらもういっぺん描き直してみいひん？これはこれでようでけてるけども、顔はよう似てるけど
体つきがちょっと違うよってな。どういうふうに？どういうふうに言うたかって、口で言うたくらいは分からへんわ。そんならいっぺんあんたの裸の格好見せてほしいわ。そら見せてあげてもかめへんけど、そんならあんたとこ行って見せてあげるわ。ここなら誰にも見られへんねやわ。いやええ感じの部屋やな。素敵なダブルベッドがあるな。うちも結婚したらこんな部屋持ちたいな。あんたやったらこれどこやあれへん。もっともっとええとこ行けるやないの。ここは夫婦の寝室やないの。こんなとこうち引っ張ってきて旦那さんに叱られへん？寝室かってかめへんやないの。あんただけは特別やもん。そない言うたかって夫婦の寝室は神聖なもんや言うさかいに。そしたら少女の裸かって神聖なもんやよってここで見せてもらうのが一番ええわ。はよ見せてほしいわ。海の方から誰ぞ見てはらへんやろか。そこの障子閉めてほしいわ。シーツ借りるわな。あんたの絵とはだいぶ違うやろ。あんたきれいな体しててんな。あんたそないにきれいやのになんで今まで隠してたん？あんまりやわ。いや、あんたどないしたん？うちあんまり綺麗なもん見たりしたら感激して涙出てくんねん。さあ、もうええやろ。うち服着るわ。嫌よもっと見せてほしい。ああ、ほらしもない。いつまでも裸になってたってしょうがないやないか。しょうがあるとも。あんたまだ本当の裸になってへんやないの。この白いもん取ってしまったな。話してほしい。話してほしい。頼むさかやめてえな。そうならいらん。うちあんたそんな水臭い人や思ってへんなんだの。もうええわ。今日限り友達でもないわ。あんた気でも違うたんか。うちあんたみたいな薄情な人知らんわ。あんたこの間一切隠し事せえへんって約束したやないの。なんで隠すの？あんたの嘘つき。憎たらしい。こんな綺麗な体しててうちあんた殺してやりたい。殺して
殺して、うちあんたに殺された。姉ちゃんずるいわ。うちの裸ばっかり見せてくれって言って自分のちっとも見せんくせに。ずるいことないねんけど、あんたがあんまり綺麗って恥ずかしいねん。あんたうちの体見ても愛想つかさんといてな。姉ちゃんかて綺麗やないの。うちとちっとも変わらへんもん。心にもないこと言うて身が縮むようやわ。ここにその自分やり取りしました手紙持ってきましたよってお読みになってくださいませ。しと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 今夜は雨が降っている。しと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 何をささやいているのかしら。ああ、そうだ、みつこみつこみつこみつみつみつ。私はいつの間にか筆を取って指の先へみつこという字を数限りもなく書いていた。親指から小指まで順々に。ああ、堪忍してちょうだい。こんなつまらないことを書いて。姉ちゃん、みつは日曜になると機嫌が悪いの。なぜって一日姉ちゃんに会えないんだもの。せめて電話でもと思ってさっきかけたらパパさんと一緒に外出しておるす。ひどいひどい、あんまりやわ。みつは一人で泣いています。ああ、悔しいからもう何にも言わない。姉ちゃんひどい。とうとう来た。一度は来ると金がね覚悟していたことがとうとう破裂してしもった。ゆうべはずいぶん猛烈だった。みっちゃんが見たらどんなにびっくりするかしら。あたしら夫婦、ああ、堪忍してちょうだい。あたしらだなんて。キヨ、上を紅茶持ってきて。はい。ああ、お前清の話ではあの美津子とえらい仲良さやけど、あの子一体どんな思ってんねん。うちみつこさん大好きやわ。そうやって仲良してんねん。好きは分かってるがな、どういう意味で好きやねん。好きいうことは感情やもん。理屈なんかあれへんわ。好きにもいろいろあるがな。誤解受けたらためにならん思いよって尋ねてんねん。うちそんな友達のことまでなんやかや言われるの嫌いやわ。あんたはあんたで好きな友達持ったらええし、うちはうちで勝手にさしといてほしいわ。そら普通の意味の友達やったら僕は決して干渉せえへん。そやけど毎日のように学校を休んだり怪しげな手紙やり取りしたりこそっと人のいいところに閉じこもったりするやな。健全な交際とは認められへん。へえ、あんたおかしなこと言うねんね。そんなけったいな想像するなんてあんたこそ加藤やないの。お前僕を加藤や言う前に自分にちょっともやましいとこない言えんのか。言える？誰かって綺麗な人好きになるのは当たり前やし、女同士の間やったら美術品愛するのと同じやのに、それ不健全言うたらあんたの方がもっともっと不健全やわ。美術品愛すんのやったら何も二人だけで閉じこもらんと僕のいる前でもええはずや。嘘ついてもあかん。絵なんか描いてへんやないか。一体何してんの、はっきり言うてみ。あんたいっぺん絵描きのアトリエ行って絵描くとこ見てごらん。本職の人かっていつもせっせと描いてるもんやあれへんわ。休み休み気分の動くの待って描かんとええもんでけへんよってな。それにみつこさん言うたら顔ばっかりやのうてそら体中ふるいつきたいようにきれいやさかい、じーっと眺めてると何時間でも見飽きせえへんねやわ。あの子はそないしてお前に何時間でも肌見られてて平気やのんか。そらそうやわ。女が女に見せるねんも恥ずかしいことあれへんし、
誰かって自分の肌褒められて悪い気せえへんやないの。なんぼ女同士やがて。昼日中若い女が裸になったりして、お前らまるで気違いじゃったやな。ほんと女の裸見て綺麗やなと感じたことあれへんか？うちやったら景色見るのんと同じようにうっとりして、なんちゅうことなしに幸福な生きがいある感じしてきて、島には涙出てくんねん。美の感覚のない人に説明したかって分からへんやろけどな。そないなことが美の感覚と何の関係あるもんか。そら変態性欲や。あんた頭古臭いねん。一体三つ子ゆくも真面目なお嬢さんとは受け取られへん。あらきっと性質のいい子やないで。なんやのあんた。あんた何の権利あってうちが大好きやいう人のこととやかく言うの？あんな心の清い人人間やあれへん。観音さんと同じこっちゃわ。悪口言うたらもったいないってバチ当たるわ。そらみえ、そんなこと言うのが正気の沙汰やあらへんがな。気違いの言い草や。あんたこそ人間の化石や。お前いつの間にや立派な不良少女になってしもてんな。どうせうち不良やよってね。そんなこと昔から分かってんのに、なんでそんなもんと結婚しはった？あんたお金目当てにうちもらはったん。きっとそうでっしゃろ。何やと？もう一遍言うてみ。何べんでも言うてあげるわ。お金が欲しいってうちと結婚してんやろ。あんた秀才かもしれへんけども、ちっとも男らしいもない。引きはもう育児なし。あんた、うちがそないに憎いの？うちの体にかすり傷でも刺したら船場のお父さんに言うてあげるさかい。それ承知やったら叩くなと殺すなと勝手にしなさい。さあ殺してほしい。殺して言うたら殺して言うたら大体あんたとうち生理的にどっか違うてるのやわ。会えへんのやわ。結婚してから楽しい夫婦生活味わったこと一度もないねん。それはお前が気ままなよって。俺の方は合わすように努めてんのにお前の方が合わさんのや。嘘やわ。あんたにパッションがないのやわ。情熱がないのやわ。喧嘩した来る日一日睨み合い続けて一言も口聞けへんかったんですけど、夜中頃その子、僕は不愛想やってパッションがない。冷淡なように見えるけど心は違うつもりや。僕に悪いとこあったらできるだけ改めるようにするさかい。お前も僕の意思尊重してんか？三つ子ということは今後交際せんといてくれ。嫌や。それが嫌やったらせめてあの子をこの部屋へ入れたりせんようにしてくれ。嫌や。頼むさかい。僕の言うことを聞いてくれ。うち自分のすること束縛されるの嫌やねん。絶対に自由にしてほしいわ。もっと強くなりたい。神をも仏をも親をも夫をも何者をも恐れないほど強く強く。そないにパパさんに言われたらうちが嫌になれへん？きっと嫌になれへん？アホらしい。一旦破裂してしまったらもう怖いことあれへん。どんなことがあったかってあんたと別れるもんか。ぐずぐず言ったらうちの人放り出してやるわ。もともと嫁に行ったんやな。向こうに取った人や。今はそんなん言ってるけど、やっぱりパパさんの方を愛してうちが嫌なのと違う？夫婦言うたらみんなどこでもそういうもんやよって。うちあんな人と夫婦やあれへん。もしもの時はあんたと二人でどこへでも逃げていくわ。姉ちゃん、それほんまかいな？うちもうちゃんと覚悟してるわ。私かって覚悟してるわ。姉ちゃん、う
うちが死ぬ言うたら一緒に死んでくれるな。死ぬわ死ぬわ。うち子供もないし、みっちゃんだけが生きがいやもん。なんで子供ないの？アメリカ製のええ薬手に入るねん。妊娠したかってそれ飲んだら手術せんでもええのやわ。姉ちゃん、それ少し分けてほしい。お友達の中川さんや奥さん、子供産むの嫌や言うてはるねん。大事な薬やけど、みっちゃんの頼みやったら聞かんといかんな。ああ、嬉しい。うちは男の人に好かれるより女に好かれたいねん。男の人が女見て綺麗思うのは当たり前や。女で女を迷わせることができたらな。みっちゃん、一生仲良しよな。姉ちゃん、うちこんなにここで死にたい。そんな具合で二人の間は一層熱烈になりましたけど、夫はさじ投げたんかそんなに何も言いませなんだんで、こっちはいよいよ図に乗って大胆になるばかりでした。みっちゃんか、なんやの今自分、もう2時過ぎやないの。一人ぽっちやよって寂しいて寂しいて寝られへん。あんたそんなこと言いにわざわざ電話かけたん？しょうもない人やな、みっちゃんは。明日遊んであげるさかい朝起き抜けに来なさい。パパさん、そんなもん早起こして追い出してしまうわ。よっしゃよっしゃ。きっとやな。分かってる分かってる。私はますますのぼせてしもって情熱の奴隷になってしもたんですけども、その最中に私にとってまるきり寝耳に水のことが、ほんまに夢にも思いがけなんだこと起こったのんです。もしもし、みっちゃんか？どないしたん？なんやって？着物を盗まれた？どこで？あんた何してたん？うちお風呂へ入ってて、ここな、南の井筒屋いう宿屋で、そこのお風呂に入っててな、取られてしもたんや。なんでまたそんなとこ行ってたん？そらいろいろ訳あんねやけど、うち今もうえらい難儀してるよって、どうぞ助ける思って着物な、お急ぎで届けてほしいねんわ。それからな、えらい悪いんやけどな、姉ちゃんのパパさんの着物洋服でもかめへんよってな。それも男の着物？洋服？あんたそこに誰といるの？そら姉ちゃんの知らん人やねん。それからな、えらい勝手ばっかり言って申し訳ないねんけど、お金2万円か3万円持ってきてくれはったらなおのことありがたいねんけどな。姉ちゃん、どうぞどうぞ、一生のお願いやさく。女中のおめがそっちへ行くよって案内してもらってな、お願い。私胸がワクワクして膝頭までガクガク震えが来てしもって、夫の目をうまいことごまかして大急ぎで着物を包むと、お梅さんと車飛ばしたんです。お梅さん、一体誰やの？その一緒にいてる男いうのは。あんた毎日美津子さんのそばについてて知らんはずないでしょ。一体いつからこんなことあった？今日が初めてと違うでしょ。うち隠し事したらあかんよ。もう早から4月頃からどうましたやろか。今までに何べん？とっても感情しきれしません。相手は誰やの？それよう分からしませんね。なあお梅さん、そんなこと夢にも知らんとうちはみっちゃんのために尽くしてるねん。好きな男と宿屋いてるやの、お風呂へ入ったの、そんなこと言えたぎりかいな。一体なんちゅう気やろ。人バカにするのも程があるし。それもそうでおますけども、着物盗まれてしまいはったんでは
裸で帰らはることもできしませんし。うちやったら裸で帰る？あんな恥知らずな電話かけるぐらいやったら裸で帰る？こんな時に泥棒に会うなんて悪いことはできへんもんでな。やっぱりバッチャ。そうです、そうでおます、バチでおます。みっちゃん言うたら、私姉ちゃんより他に肌見せたことない言うてたくせに、男と二人裸にされてる様子見てやりたいわ。ここですね。お梅さん、外で待ってて。ごめんやす。お迎えのお方はんがお越しになりました。どうぞ。失礼でっけど、柿内さんの奥さんでっか？そうです。もう今夜のことは何と申し上げたらええか、お詫びのしようもお前。まあこのことにつきましては光子はんから申し訳せんなりまへんのんだけど、なんとも合わす顔がない言うてありますし、それに着物もおまへんので、申し遅れましたけど、私は光子はんの婚約者の綿貫英二郎申します。着替えはここへ持ってきました。男の着物も入ってますけど。ありがとうございます。とにかく光子はんに。さっき帰りますよって、これ光子さんにあげてください。3万円をます。まあそないおっしゃらんと待っとくんだあれな。今に出てきはりますさかいに。そらもう光子はんの奥さんに対する気持ち言うたらほんまに真剣でしてな。私ら去年の暮れ頃から愛し合うようになりまして、結婚の約束までしましてんけど、結婚しても姉ちゃんとの仲は許してもらう。異性の愛は異性の愛、同性の愛は同性の愛やよって、姉ちゃんのことは一生よう思い切らんさかい、そのつもりでいててちょうだい。それが嫌やったら結婚せえへん、そない言うてありまんねん。なあ奥様、今夜のことはもうさぞかしお腹立ちでっしゃるけど、光子はんに何にも言わんといてほしいよまんねん。それ誓うてくれはりまっか？なあ光子はんの気持ちもさしてあげておくれやす。よろしいです。ああ承知してくれはりまっか。おおきにありがとうございます。このご恩はもう一生忘れません。これで僕も安心しました。光子はん、出てきなあれ。私じりじり腹立ってきて、いっそ飛びついてズタズタに着物引き裂いて裸にしてやりたい。綿貫がいなかったらそれくらいなことしたかもしれませんね。考えれば考えるほど悔しさと腹立たしさが湧き上がってきて、ようもみんなで人をバカにして、どないして復讐してやろうか。どんなことをしてもきっと敵取ってやる。そう思うと同時にカーッとなって夢中でぶどう酒飲み干しまして、見てる前に酔い回ってきて。いつ帰ったんや？悔しい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 。何よ、なんでそんなに悔しいの？悔しい泣いてたら分からへんが。どないしたん？うちあんな人のこと思い切ってしまったかい、一生きっと可愛がってな、
私はすっかり心入れ替えた気になって、明くる朝は夫より2時間も早起きて朝ごはんの用意したり靴磨いたり。お前今日は学校行けへんのか？うちも学校はやめよう思ってんねん。相手もない人と顔合わすの嫌やし、ろくなこと覚えへんよって。うちもどこも出とないわ。うちの心にちょっとの隙もでけんように、いっつも可愛がり続けに可愛がってくれない嫌やわ。お前は極端から極端やな。まだ愛し方がたらもっと可愛がって。本当にあの晩のような出来事でもなかったら、なかなか光子さんのこときれいさっぱり忘れるわけにいけしません。ところが奥様、大阪の中之島病院の事務の方が奥様にお目にかかりたい言うてはります。病院の方が？おかしいな。何の用やろ。奥様ですね。はあ、ほんまに奥様ですね。はあ、突然甚だ失礼なんですけど、あんた様アメリカ製の避妊薬徳光光子さんにおあげになりましたか？はあ、あげましたけど。その薬を光子さんのお友達の中川さんいうお人が飲んだところ、重大な結果を起こしましてな。どないしたんです？とにかく病院としては責任を負えませんよって。今日中にぜひとも徳光さんにおいて相談してください。これはまた光子さんの仕組んだ計画かとも疑ってみましたが、薬のことで問題が起きてるいうので仕方なしに承知しましたんです。30分もしたらもう光子さんが来はりまして。なあ姉ちゃん、あんた今でも怒ってなはんの？徳光さん、今日はそんなお話するつもりはあれしません。そうかって姉ちゃんがあの時のこと堪忍してあげる言うてくれへんなんだったら、うちかて話できへんの？あんた今さら私のことを姉ちゃんやなんて言わんといてちょうだい。うち姉ちゃんにそない言われたら言いたいことも胸に使えてしもってちょっとも出えへんねんけども、ほんまのこと言うたらな、さっきの病院の話な、あれ中川の奥様のことと違いますね。そんなら誰のことですの？うちのことやわ。うちが妊娠してるねん。もう3ヶ月や。姉ちゃんからもろた薬飲んでみたんやけど、うまいこといかへんねん。時々出血もするのんや。この人どこまで厚かましいんねやろ。自分が綿抜きの種宿してどうにも始末に困ったんで、またしてもうちを利用しに来るとは。あいたたたた。あい、また痛なってきた。姉ちゃん、早く不女へ連れてえな。あいたたた。姉ちゃん、はよ、痛い痛い。どないしたん？どうやの？苦しい。姉ちゃん、姉ちゃん、苦しい。キヨ、はよ来て。はい。苦しい。しっかりしなさい。しっかり。はよ、ご上へ。痛い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 。姉ちゃん、痛い痛い。姉ちゃん、苦しい、苦しい。どないしたん？まあ、みっちゃん。姉ちゃん、うちはもう死ぬ。助けてほしい。姉ちゃん。アホらしい。そのぐらいのことでなんで死んだりするの？姉ちゃん、うちのこと堪忍してくれるわな。お医者さん呼んであげよっか。呼んだらいかん。姉ちゃんに迷惑かかるよって。こんなりしなして姉ちゃんどこへも行ったらあかん。うち姉ちゃんのそばで死ぬやったら
ほんまや。ああ、痛い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 。あ、痛い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 。姉ちゃん。ああ、苦しい。痛い痛い痛い。ああ、痛い。姉ちゃん、ご主やさかいうちの背中の辺乗ってギュッとしてんな。ああ、ここか。ここか。こんな苦しい目に遭うのもみんな姉ちゃんの罰やな。これで死んだら姉ちゃんかと堪忍してくれるかしら。ああ、苦しい。ああ、苦しい。水キヨ。はい。出る血が。ほんまか。あ、痛い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 。姉ちゃんをしてな。あ、痛い痛い痛い。ああ、痛い。私はだんだん今日のことがお芝居やいうことが分かってきました。けど気ぃついていながら騙されてたのんで、光子さんかて私が騙されてるふりしてるのを見抜いてながらどこまでもずうずうしい芝居してはりまして。姉ちゃん、もう怒ってへんわな。今度こそ騙したらうちあんた殺してやる。ここのうちへまた来てもええわな。ええか悪いかそんなこともうちには分からへん。姉ちゃん、赤ちゃんでけたような嘘や。姉ちゃんが会うてくれへんさかいに。病院の人いうのもうちの会社の社員やね。知ってる。分かってた。あの地下ってお芝居に使う血のりやねん。そんなことよ思ってた。もう何も言わんといて。なあ姉ちゃん、うちに赤ちゃんがでけたいうことにしたら旦那さん同性や思わへんやろ。そしたら自由に会えるやないか。な、こらええ考えやろ。結局私はみすみす光子さんの仕掛けた罠へ落ち込んで元の中に戻りました。夫には妊娠中の光子さん見舞いに行く言うてたびたび井筒屋で会いましたんです。ある日光子さんを待ってましたら綿貫が来て、一体僕とお姉さんとどっちが余計光子はんに愛されてると思わはります？さあどっちでしょう。そらお姉さんだすわ。そやから光子さんは僕の子供まででけてんのに僕と結婚せえしまへんねん。ああ、僕はもう何ちゅう不幸な運命のもとに生まれたんでっしゃろ。僕ほど不幸な男はおまへん。みっちゃんに子供でけたいうこと初耳ですけど。え？初耳？妊娠したなんていうのは根も葉もない嘘と違いますやろか。なんでそないに隠しまんねんやろ。みっちゃん確かにしてへん言わはりましたけど。当の僕が保証するのやさかい間違いおまへんやんか。もう3ヶ月過ぎてますで。光子はん子供がでけたら奥さんに逃げられる思って嘘ついてるの違いますか？あの人あんな優しい顔してて苦労ともかなわんすごでや。手札上手やさかい2人騙すくらいなんでもないこっちゃ。ほんまに恐ろしい人ですぜ。なあお姉さん、これは同盟して光子さんからバカな目に遭わされんようにしましょう。同性の愛と異性の愛とまるっきり立ちが違う思ったらお互いにやきもち焼くことあらしまへん。全体あんな綺麗な人あんたたった一人で占領するのが間違うてまんねん。二人で仲よう愛すべきだす。なあお姉さん、お互いのために誓約書交わそうやおまへんか。これがその時の誓約書ですねんわ。見てくださいませ。右柿内園子と綿貫英二郎とは昭和39年7月18日以降佐の条件のもとに骨肉と変わりなき兄弟の交わりを結ぶことを誓約する。1、柿内園子をもった姉とし綿貫英二郎をもって弟とする。英二郎は園子の妹の夫たるべきものだからである。2、
姉は弟が徳光光子の恋人たるの地位を確認し、弟は姉と徳光光子との兄弟愛を確認する。3、姉と弟とは徳光光子の愛情が第三者に移ることがないように常に結束して防御し、姉は弟と光子とを結婚させるために努力し、弟は結婚後といえども姉と光子の関係に対し異議を申し立ててはならない。4、もし両人のいずれかが光子に捨てられた場合、他の一人も光子との交わりを断たなければならない。5、両人は他の一方の承諾なくして無断で光子と逃亡上司などの行為をしてはならない。どうですお姉さん、この条件でよろしおまっか？結構です。ほなお姉さん、サインしとくなはれな。さあ。判をしますの。ちょっと痛いの辛抱してくれはりまっか？何しはりますの？兄弟の約束だす。ほんのちょっとの間です。声出したらあきまへんで。目つぶってなはれ。しっかりしなはれ、しっかり。さあ、お姉さんから先に飲んどくんなはれ。今度は僕が飲ませてもらいますさ。これでほんまの兄弟になりました。お姉さん、今後お姉さんは親身の姉をもて大事にしますさかい、お姉さんも本当の弟や思って可愛がっとくなはれや。お頼み申します。僕ちゅう人間はな、敵に回したらどんな恐ろしいこともする代わり、味方になったら命投げ出してもお姉さんのために尽くします。そやけどこの兄弟の約束は光子はんに知らさんといとくんなはれや。秘密だっせ。それから血板をペタペタ押しまして、私は綿貫いう男がつくづく怖い気しましたんで、光子さんにはそぶりにも悟られんようにしてましたんですけど。姉ちゃん、この傷どないしたん？おかしいな。Aちゃんにもちょうどそれと同じ傷があるねんわ。姉ちゃん、なんぞうちに隠してんのと違う？うちに内緒でなんぞ A ちゃんと約束したことあるねんな。きっとそうに違いないやろ。みっちゃん、あんたかってうちに隠してることあるでしょ？うちが何隠してる？なんぞ体のことについて隠してることあるでしょ？姉ちゃんはきっとうちが妊娠してるいうこと A ちゃんに言われたんやろな。ほんまのこと言ったらあの人子供を産ます能力もないくせに。なんやってみっちゃん。実はあの人子供の自分にかかったおたふく風邪が元で抗がん炎いうもんなって不能やねん。一歩手つや。まあほんまか。それがバレた時は深みにはまってしもってて、ついずるずる関係続けてきたんやけど。そないなやつと別れたらええやないの。そんなことしたら世間洗いざらいぶちまける言いよるね。金持ちのボンボンとの縁談が持ち上がった時も綿抜きのやつ破談にせんとただでおかん、今までの関係一切新聞にすっぱ抜く言うて凶悪するもんやさかいに、うちが校長に投書して姉ちゃんと同性愛っちゅう噂を立てさせたんや。まあすっかりうちを騙したんやな。姉ちゃん堪忍して。初めはそうやったけども姉ちゃんが真剣で熱烈やったさかいにほんまのことになってしまったんや。ついでに白状するけど、着物をここで盗まれた時やがって A ちゃんがここの番頭に頼んで着物を隠しうちに電話をかけさせたんや。
そないしたら姉ちゃんがうちに愛想つかすやろ思った芝居やねん。そうか。なあ姉ちゃん、綿抜きは癒しやっちゃ見下げ果てたやっちゃけどうちは一生そんな男から離れられへん。めちゃくちゃやわ。うちぐらい不幸せなもの世の中にあるやろか。姉ちゃん、どうぞどうぞ。頼りにすんのは姉ちゃんばっかりやさかいに、こんな話聞いて愛想つかさんといてね。なんで愛想つかすもんか。言いにくいことよう言ってくれたな。うちかて正直なこと言うけど、うちAちゃんと兄弟の約束させられてしもってん。兄弟の約束？二人だけで仲良うあんたは愛想言うのよ。そのうちを人に取られんために姉ちゃんを利用してるねん。ねえ姉ちゃん、うちは死んでもあんな男と結婚せえへん。どうぞ助けろ思て手切れるようにして。分かった。きっと手切ってあげる。うち死んでもみっちゃん助けるわ。まさかの時あの男殺してやるわ。姉ちゃん。今まで美しい悪魔みたいに思ってた美津子さんが、今度は和紙に狙われた鳩みたいに思われてきて、なんや愛おしいって愛おしいって。奥さん、奥さん。今奥さん旦さんがお見えになりましてな、お二人さんにお会いしたい言うてありまんねん。どないしましょうか。うちの人が？うちの人がみっちゃんの見舞いに来た言うんやで。どないしょう。なんぞ訳でもあんねんやろか。お腹が目立つよって誰にも会われへん言うとこか。うちいっそ会うわ。お腹へなんぞ詰めたら腹ぼてになるやろ。そやそや。おはるさん、下のなるべく暗い部屋に通してな。どうぞ。もっと全体が丸い膨れてなんだらいかんし。姉ちゃんうちのこと何ヶ月言うたん？さあ何ヶ月言うたか忘れたけど、6ヶ月か7ヶ月にはなってんと具合悪いな。いっぺんお見舞いに上がらんなら思ってたとこへちょうどこの近所通りかかりましたさかい。いっつも姉ちゃんにわがままばっかり言いまして。だいぶ大きになられましたな。ああ、6ヶ月やさかいに。さてどないしたら綿抜きと手切らせることできるか。なかなかええ考え出てけえしませんうちに、それと知った綿抜きに先行されてしもたのんです。2階ちょっとおいで。お前に見てもらいたいもんがあんねん。ここに署名してあるのお前のに違いないか。それとも偽物やのんか。おい黙ってたらわからへんがな。返事したらええやないか。黙ってるとこ見たらお前が書いたと認めてええねんな。昨日事務所の方へ綿抜が突然訪ねてきよった。徳光光子は僕と結婚の約束しただけやなしに、すでに僕の種まで宿してまんのに、あんたの奥さんが中に入っていろいろ邪魔しやはるさかいに、光子は日増しに冷淡になって、あんた今みたいな調子やったらいつ結婚してくれるやらわからん状態です。ついてはあんたから奥さんに意見してほしいおまんねん。あんたとしても監督不行き届きやおまへんか。
奥様はこないな証書無理やり僕に書かして光子と僕の間に割り込もうと思ってありまんねん。この署名奥様の手やいうことお認めになりましたよな。見たところ確かに家内の手のようですが、家内の意見も聞いてみんと片手落ちになります。ついてはこの証書僕に貸してもらえまへんか。奥様がこの署名を認めはったらどういう処置をお取りになりまんねん。どういう処置を取ろうと夫婦のことは夫婦だけで解決します。よもや離婚しはるようなことはおまへんやろな。離婚しようとしまいと私の自由です。あんたは園子さんの実家に恩人があるはずや。そんな不得意なことはしやはらしまへんやろな。僕が何しようとあんたに関係ない。ああ、そうでっか。ほんならせっかくでっけどこの証書をお貸しすることできまへん。ああ、えらいお邪魔しましたな。とにかく夫が妻に甘いのが間違いの起こるもとでんな。やあ、さっきはえらい失礼しました。もう一遍お邪魔させてもらいますさ。どうぞ何遍でも。いや、とにかく僕は自分のことばっかりに目がくらんであんさんの感情を尊重する余裕失ってまして、まあさっきのことは水に流してどうぞ僕のこの切ないやるせない泣くに泣け胸の内を差しとくなあれな。もうそれさえさしてもうたらこの証書貸してもよろしおまんねん。僕はな、あんさんがその子はんを離婚しはるのを恐れてまんねん。その子はんやけを起こして光子はんを連れて逃げる恐れが真っ盛りな。けったいなやっちゃ。そのけったいなやつとお前は兄弟の約束をしたのか。夫の僕に無断でそんなことしてええのんか。はっきりお前の弁明聞こえないか。もうこないなったら隠し立てしたかてしょうがない。残らず打っちゃけてあとは成り行きに任してやろう。すっかり腹を決めましたんで、綿抜きの秘密も光子さんの妊娠のお芝居も一切合切言うてやりまして。よう打ち明けてくれた。お前の今日の態度いつもより従順で正直なことを認めるけど、それは過去の罪悪を後悔してるためやのんかどうかはっきり言うてみなさい。神妙にしてな損や思って悲しそうな顔してました。自分の行いがどんなに道に外れてたか言わんかって分かってるやろ。考えてみれば僕自身にも手落ちあった。夫としての監督を怠ってた。こうなったら夫婦共同の責任みたいに感じてる。それにお前の言うのをよう聞いてみたらもともと綿抜きいうやつから起こったことで、ほんまに悪いのはあの男一人や。悲しい顔してたらほんまに悲しいなって涙が出てきましてん。泣いてばかりいてても分からへんさかい。嘘のないお前の考えを言うてみなさい。今までの罪悔い改めて光子藩と手切るか。あないな不良少女と別れるか。こないなったの因果やさかい死んであんたに謝ります。どうせうちこないなったら誰にも見放されるのは当たり前やし、生きてたかって世間に顔向けできへんさかい。どうぞしなしてちょうだい。こんな腐った人間にあんたかて見れんないやろし。誰がお前を見放し言うた。見放したもんなら意見するはずないやないか。今さらうち一人えこになって光子さんあんなにほってしもったらどんなに難儀しはるこっちゃらきっと死にはるし。なんで死ぬのや。なんででも死にはるし。今までかて死ぬ死ぬ言うてはったヨーヨーのことで止めてても、せやさかいうちも一緒に死ぬわ。死んで社会に謝るわ。バカなこと言いな。死んで何が謝罪になるねん。いいえ、そないにうちを束縛するのなら死にます。死なしてちょうだい。私の頭の中にあるのはどないしたらこれから先光子さんと今までのように会うていくことできるやろか。そればっかりですのんで
死ぬ死ぬ脅かして何でもかでも光子さんとの仲認めさせよう思って身もよものを泣いてまして。けど口先で死ぬ死ぬ言うても脅し聞けへんさかいっそはよ拉致開けよう思って。はあ、みっちゃんか。ああ、姉ちゃん。うちの人今事務所行ったさかいお急ぎでうちまで来てほしい。ええな、すぐやで。キヨ。はい。旦那さんに言ったらあかんよ。はい。みっちゃん。姉ちゃん、うちもあの日の夕方から昨日にかけて散々綿抜きにいじめられてしもって。まあ聞いてえな。あんた姉さんとグルになって僕騙そうとしてるさかい柿内氏に談判してあんたと姉さんの縁切ってもうた。もうあんたは僕一人のもんやで。さあこの証書に名書いて判をしなはれ。なんやねん。徳光光子と綿貫英二郎は永久に一心同体である。光子は死をもって英二郎に従わなければならない。いやや。証明しなはれ。証明しなはれっちゅうのに。いやや。な署名しなはれっちゅうのに。いやや。あんたみたいに何度言うたら少々かけ言う人あれへん。そんな人はそれを種につこて人を脅すつもりやにやろ。あんたさえ心変わりせえへんなんだ。こわはる通りなんやないか。お金の借り貸しあるまいし少々で人の心くぐっとくことできる思ってんのやろか。なんぞ他に目的があんねやろ。あんたこそはんつくのは嫌やなんて心変わりする気やねんやろ。なんぼはんついたかって先のことは分からへん。備え僕に立てついたら今に何にすることあるで。何でも僕の言うこと聞いてたらええねや。聞かなんだら僕の名誉と生命かけて復讐したる。あんたの前途真っ暗にしたるで。言うこと聞かしたい思ったらうちとほんまの恋愛したらどうや。人間は肉体より精神や。お釈迦様やキリストのような偉人や超人がみんな忠誠なんやで。あんた一寸の虫五分の魂や。いつまでもあんたのおもちゃにはなってえへん。僕から逃げられるもんなら逃げてみ。殺したる。殺したらええ。うちはもっと彼氏の覚悟でいる。殺したる。殺して。まあしつこい男やな。なあみっちゃん、こないしてたら私はうちの人に監視られるし、あんた毎日綿抜きに脅迫しられるし、いっそ二人でどっか逃げよっか。そうしよう。逃げるんやったらうちとこの浜寺の別荘がええし、大目連れて行くんやったら4日や5日泊まったかってちょっとも心配あらへん。そうや、浜寺行ったらお梅さんに頼んでうちの人に電話させるわ。今お宅の奥さんとうちのお嬢さんが薬飲んで昏睡してはる。ちゃんと書き置きも書いてあるのんで格好の自殺に決まってます。すぐ来とくなはれ言わすね。そら面白いわ。ほんでうちの人が駆けつけたら2日でも3日でもじーっとしたなり寝たふりしながら上ごと言うたり目覚まして泣いてみせたり、その間にお梅さんからもお二人の命助ける思て願い聞いてあげとくなはれ。こんな具合に口添えさすねん。姉ちゃんええ知恵あるな。そやけど薬ほんまに飲まんといかんな。睡眠薬飲んで死ぬことあれへん。控えめに飲んだら大丈夫やし。姉ちゃんと一緒やったら間違うて死んだかって構うことあれへん。そうやっともうちかってかめへん。姉ちゃん早速結婚しような。えらい早回したな。さあさあみんな用意してあります。
私電話かけに行きますよって。薬はよ飲んでください。薬の分量間違うてへんな。そらもうちゃんとしておます。ほな。分かった。今始めるで。もし間違うてうち死んだら、みっちゃん一緒に死んでくれるわな。姉ちゃんかてそうやわな。姉ちゃん書き置き書いた？ちゃんと書いた。うちの読んでみてちょうだい。姉ちゃんのパパさん宛てに書いたんや。柿内幸太郎様、あんたの大事な奥様一緒に連れて行くの何とも申し訳ありません。これも運命や思って諦めてください。うちの人がこれ読んだら恨みも忘れて心動かすに違いないやろな。そんならみっちゃん、姉ちゃん。完全に意識失ってたのは半日ぐらいの間やったらしく、翌日の昼頃には辺りをキョロキョロ見回したりしだしたいうのんですが、私自身ではその後2、3日中も一つもはっきりした記憶ないのんで、その間が数限りもない夢の連続になってますね。初めは私と光子さんを中に挟んで、両端に夫と梅さんが寝ているのです。光子さんの布団隣の部屋に引っ張って行こうとしましたら、光子さん目を覚まさはって。姉ちゃん、姉ちゃん、うちの姉ちゃんいてへん。うちの姉ちゃん返して、返して、返して。頼むわ、頼むわ。姉ちゃん。次にはそばに綿貫と光子さん小声で内緒話してて。姉ちゃんほんまに寝てはんねやんか。口聞いたらいかん。二人の様子見えへんけど、見えんかってもう分かってる。自分はやっぱり騙されたんよ。自分にだけ薬飲ましといて、光子さん綿貫呼びはったんよ。悔しい。うち好きか？好きや。姉ちゃんとどっちや？あんたや。起き上がろうとしても体の自由気消しません。声出してやろう思っても舌こわばって目開くことすらできしませんので、腹の立つどないしてやろう思ってる間にまたいつやらうとうとしてしもうて。姉ちゃん怒らはるやろか。なに、そのかてその方が本望でっしゃ。そしたらこれから3人で仲良いしていきまひょな。いつの間にやら綿貫が夫に変わってしもってて、なんでこないなとこに夫いるのやろ。初めはアホらしい夢や思ってましたのが、薬冷めて意識はっきりしてくるにつれて、
疑う余地はないようになってきまして。幸太郎さん言うたらな、うちが知らん間にうちと姉ちゃんを間違いはったんや。堪忍な。その子光子はんが姉ちゃん言いながらお前の方へ寄ってこようとするなんて、光子はんの体抱き上げるようにして引き離して枕直してあげたり掛け布団かけてあげたり、寝ぼけてはるとばっかり思い込んで油断してたもんやさかい。知らず知らずのうちに気ぃついた時はもうどないしても逃げることできんようにさせられてしもうて、僕の意志が弱かったんや。その子頼む、堪忍や、その子頼む。なんせ夫言うたら、そないなことにかけたら経験のない子供みたいなんですよって、私は夫の話の方がほんまや思いますね。けど一体光子さんはどういうつもりで言い張ったんか。寝ぼけはってそん時の出来心やったのか、それともはっきりした目的持って、つまり自分の崇拝者一人でもぎょうさん寄せつけときたい思ってしはったんか。夫はいっぺん光子さんと間違いを犯してからは私にすまん思いながら同じ過ち繰り返してたらしいのですが、その点は同情できるのです。私と夫とは肌合えへんので、私が愛の相手光子さんに求めたように夫にしたかって無意識のうちに同じこと考えたのに違いあれしません。どうぞ堪忍してくれ。運命は表こらえてくれ。僕かて光子はんと別れたいけど、もう別れることできんようになってしもうた。お前僕のことパッションがないな言うたけど、僕かてパッションあったんやなあ。僕もお前のこと許す代わり、お前かて僕のことを許してくれるやろ。あんたそないなこと言って復讐する気やねんな。今に光子さんとグルになってうち一人ぼっちにさそう思った。もともと性の合わん夫婦やし、うちと別れたいと違うの。僕はそんな卑劣な男やない。今になってお前の気持ちかて分かったさかい。なんでそんな悲しい思いさすもんか。3人で仲良しよう。僕ら誰ぞ一人でも不幸になったら3人で死ねやないか。夫は光子さんのお母さんに会い、めったに嘘ついたことない人が恋のためには大嘘ついて、光子さんと綿貫は何の関係もない、お嬢さんは潔白だ、綿貫が何か言ってきても取り合わず私に任してくれ言い張って、悪者は綿貫だけにしてしまい、綿貫からは証拠になる一切の品を10万円で買い戻しまして、外部の関係は万事都合よういくようになりましたら、今度は内部の関係が日一日と地獄の苦しみ重ねるようになったんです。あんたもう帰ってきやはった？そんなにせいて帰られてもよろしいやないの。うちみっちゃんと話するままあれへん。事務所島さかい戻ってきたんやなあ。中入れてみっちゃんと話させてほしいねん。いやいや、お前は二人っきりでいる時間たんとあるやないか。僕の気持ちもさせてくれ。いやいや、下行っててちょうだい。
やいってけどな、ほんま言うたらな、さっきみちゃん僕に電話かけて、なんで早う帰ってきえへんねん。姉ちゃんの方がうちをよっぽど可愛がる。そない言うて怒りあったんや。あんたそれほんまか？姉ちゃん、幸太郎さん、あんたら今では実の夫婦でもないのに、なんであんたとかお前とか言うねん。姉ちゃんは幸太郎さんとかこうちゃんとか呼んだらええのや。幸太郎さんはその子さんとか姉ちゃんとか呼ばないかん。分かってるな？それはまだええとして、夜帰りはるとき睡眠薬と水持ってきはって。二人ともこれ飲んで寝なさい。一つ部屋に寝るのやったら寝ついたの見て安心して帰られへん。特別によう効く薬調合してもろてきたさかい、はよ飲んでほしい。またうちだけ眠らされるのと違うのか。二人ともうちに対して忠実誓うねんやったら、その証拠にそれ飲みなさい。今度は僕が眠らされてしまうのやないか。なんで飲めへんの？うちが眠ってる間に二人はまた。なんで飲めへんの？なんで飲めへんの？ああ、分かってる。あんたらうちを騙しててんな。忠実ちこたの嘘なんやな。ああ、悔しい。ああ、悔しい。その子、待ってくれ。もうこないになったらどっちがどうなるか運試しや。この薬買い越して飲まないか。そうしよう。二人とも1、2の3で一緒に飲もう。飲むのやな。ほんまに飲むのやな。待って、うちが飲ましてあげる。二人とも寝てほしい。さあ、口開けてえな。たんとお水飲んだ方が効き目あるさかい。待ってな、もう一杯あげるよって。明日から食事も減らさんといかんな。薬効けへんよって。光子さんの計画は図に当たって、夫と私とはどんなにお互いに疑い合い嫉妬し合ったことですやろ。なあ、うちらなんで毎晩薬飲まされんねんやろ。なんでやろうな。うちら二人寝さしといたかって手触れる気も起きん夫婦やのに。なんぜ他に目的あるねんし。どんな目的やお前には分かってんのか。うち分かれへん。あんたには分かってんねんやろ。僕かて分からへん。お前こそ知ってんのやないか。うちどないしても自分だけ寝さされるような気するねんし。それは僕かと同じこっちゃ。あんたみっちゃんの帰る時まで起きてたことないのんか。僕はない。お前はどうや。あんな薬飲まされたら起きとっても起きてられへん。そんなんやったらお前も確かに薬飲むねんな。当たり前やし。この青い顔見てごらん。僕の顔も見てごらん。けどみっちゃん、あんたのことばっかりああしたらええこうしたらええ言うやないか。
あんたの方が愛しられてる証拠やし。そやかて愛してるもんならこないにいじめるはずない。お前の方が愛しられてるんや。この頃薬だんだん強なって朝起きても胸がムカムカして頭しびれてるわ。病人みたいや。ほんまや。ものもろくに食べんと薬ばかり飲んでたら今に中毒を起こして死ぬかもしれん。結局二人はもぬけに知られて光子さんいう太陽だけ拝んで生きてるようにされるんやろな。あんただんだん綿抜きに似てきたわな。お前もやな。みっちゃん、どうせこないな3人になったら無事に収まるはずあれん思て、もうどうでもなれ言う気でやな。ことによったら薬で僕らを衰弱させて殺してしまう、そんな企み持ってるんやないか。そうかもしれへんな。僕もお前も幽霊のようになってんのにみっちゃんだけがピンピンしてんのを見るとどうやらそうに違いないような気がするね。今のうち別れた方が利口やないか。そうしようか。そうしようちは嫌や。あんたそのようなこと言ってうち騙して光子さん独占する気なんやろ。それぐらいやったら死んだ方がマシや。ほなら僕も嫌や。別れへん。そないに光子さん好きか。好きや。好き言うたら絶対的な気持ちやさかい死んだかで後悔せえへん。あんたうちと同じになってしもたな。ああ、ほんまに私その予想の通りになってあの時一緒に殺されたらどない幸福でしたやろ。その子こんなもん降ってきたやつ見てみ。僕たちのことがみんな出てる。綿抜きの仕業やろ。これでもう弁護士もでけんようになったな。綿抜きに騙されたんや。あの証書写真に撮ってたんや。いよいよ最後の時来たな。うん、これはもう最後やな。死のう。綿抜きにやられてしまった。そやけどそんなことはどっちでもええねん。どうせいつかは知れるこっちゃ。そやそやそや、そないなことどっちでもええねん。うちはどないしてもあの男から逃れられへん。死んだ方がマシや。死のう。これから3人で仲良う死にまよう。ほんまにうちが好きやったら一緒に死んでほしいねん。姉ちゃん死んでくれるな。孝太郎さん死んでくれるな。二人で交わした手紙は書き置きの代わりにこの記録残しとこう言いなさって私のと一緒に預かったんです。
心込めて描き上げた観音さんの画像を2階の寝室に飾って3人で代わる代わるお線香をあげました。この観音さんの手引きやったらうち死んだかて幸福や。僕ら死んだらこの観音さん三子観音いう名つけてみんなして拝んでくれたら浮かばれるやろうな。うちもとうとう観音さんになったな。あんたあの世行ったらやきもち喧嘩せんと仲よう脇仏になって三つ子ご本尊の両脇にひっついてまひょな。そうや、僕たちは三子観音の脇仏や。あくる悲鳴覚ました時漆器に2人の後を追っていこう思いましたんやけど、ひょっとしたら死ぬまで2人に騙されてたのんやないやろか。2人だけ示し合わせて死んでうちをのけ者にしたと違うのんか。せっかく死んでもあの世で邪魔に知られるのんやないか。先生、その疑いさえなかったら今日までおめおめ生きてる私あれしませんねんけど。でも今でも光子さんのこと考えたら憎い悔しい思いより恋しいって恋しいって。どうぞどうぞこない泣いたりして堪忍してください。